シェア畑東武練馬の菜園アドバイザー高木です。よろしくお願いします。本日は10月のですね、野菜作りのための土作りについてお話をさせていただきます。今日も9月中旬です。秋冬野菜の植え付けは、お済みでしょうか。私どもの農園でもですね、先週先々週と、植え付け、割ってこのように、もう立派にですね苗も活着し、種もね発芽して、だいぶ育ち始めているという状況です。でそんな中で、10月に、これからね植え付ける野菜の土作りについて今日はお話をさせていただきます。10月のね土作りの注意点がいくつかあります。元肥をですね、投入していきますけども、やっぱり多く投入する方がいらっしゃいます。秋冬の場合はあまり多く投入すると成長に逆効果が現れるということが多いので、注意が必要です。今日はねその点について施肥の量をある程度中心にお話をしていけたらなと思っております。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではですね、10月に栽培を始める野菜いくつかねご紹介していきましょう。まずはイチゴです。イチゴはですね、肥料が多いとやっぱり春になって実がつきにくくなると同時に、虫を呼ぶということになりますので、特にイチゴについては肥料の量十分注意していただきたいと思います。続いて2つ目は玉ねぎです。これもですね肥料が多すぎてしまうと3月4月のとう立ち、これがね早く起こってしまいます。とう立ちしてしまうと味がいっぺんに落ちます。実もね小さいものしかできません。注意が必要です。続いてそら豆、あるいはスナップエンドウですね。豆類は基本的に肥料はいりません。根粒菌というものを自分で持っていて、土の中から窒素を自分で作り出して、自分で供給するという機能を持ってますので、豆類というのは肥料がいらないというふうに覚えていただいて問題ないと思います。豆類に肥料を入れてしまうと、つるぼけ、ねこれになる可能性が、とても大きいので、注意が必要です。続いてニンニクです。ニンニクもですね肥料が多いと春先に病気にかかりやすくなってしまうのでね、サビ病なんかは肥料の上げすぎがないと大きな原因になっているということがあります。要注意です。このようにですね冬の野菜はやっぱり肥料が多いということはほぼほぼマイナスのリスクを生んでしまうというふうに覚えてください。なるべく肥料は少なくしていただいた方がいいと思います。まず多すぎるというのは、避けていただきたいと思います。2つ目に、分解が遅くなる。これ気温が下がれば当然、肥料の分解が遅くなるということになります。大量に、投入してしまうと、分解されずにですね、土壌にとどまってしまう。で結果春先になってそれが分解にして野菜の生育にね悪影響を及ぼすということになりますので、とても注意が必要です。それではですね土作りに、使う資材からご紹介していきたいと思います。大きく分けて、2つ、あります。1つは牛糞、2つ目が鶏糞です。まずは牛糞です。こちらねにあるのが牛糞です。牛糞の資材としての特徴ですけども、肥料分そのものはそんなに入っていません。冬場のね土壌の改善に効果があります。いわゆる土をふかふか柔らかくするという効果が大きいですね。それと先ほどマメ科は肥料いらないと言いましたけども、マメ科の野菜にも牛糞なら入っていても大丈夫です。
土を柔らかくしふかふかにし、なおかつ水はけを良くするという効果も牛糞にありますので、多少豆類に使っても大丈夫だと思います。続いて、鶏糞です。この鶏糞をね、メインで使っていきたいと思っています。窒素、リン酸、カリがバランスよくね、含まれています。特に実を作るために重要なカリが豊富です。また初期育成で葉を大きく育てる必要があるので、窒素分も多すぎない範囲できちっと含まれておりますので効果はあります。それでは肥料の準備をしてみましょう。いちご、にんにくなどの肥料ということでやっています。だいたい1平米あたりこちらの牛糞ですね、ひしゃくに1杯、鶏糞がだいたい50から100と言われてますんで、少なめで結構ですけどね、50ないし100の間程度で入れていただければ OK です。それでは実際にね、投入をしてみましょう。肥料はですね、このようによく牛糞と鶏糞が混ざるようにかき混ぜていただきたいと思います。かき混ぜましたら均等にね、このように均等に巻いてください。このようにね、均等に表面に巻いていただいて、これをすき込みます。このように上から桑の先をこの土の中に叩き込む。これ絶対にやってはいけないのが、叩き込んで引いてしまう。こうやってしまうと、せっかく均等に撒いた肥料がどんどんこちらの方に寄ってきてしまいますので、必ず打ち込んだらそのまま上に持ち上げるというふうにしてすき込んでいただきたいと思います。もうほぼこのようにね、肥料がもうほとんど表には見えない状況になっているのがお分かりになると思います。それでは質問コーナーです。こちらの動画に質問コメントをいただいております。5月に植えたシルクスイート、9月1日に試し掘りをして大きいサイズが取れましたが、全然甘くなくて美味しくないです。甘いお芋にする方法はありますか、というコメントでございます。掘り上げたばかりのさつまいも、それをそのまま食べても甘くはありません。涼しくて風通しのいいところにだいたい3週間ないし1ヶ月ですね、熟成のために置いてください。それをすることによってさつまいもに含まれているでんぷん、これが糖に少しずつ変わっていって、ちょうど1ヶ月ぐらい経つと甘くね美味しくなります。掘りたてを食べるよりは3週間1ヶ月我慢していただいて、涼しいところで貯蔵していただいて、それをぜひ食べてみてください。きっと甘くて美味しいさつまいもになっていると思います。今日は10月の土作りについてお話をさせていただきました。この動画がためになった、面白かった、ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。